どうもこえです。僕は今温泉県大分別府に来ています。今日はここ別府の中でもとっても人気のある温泉宿に宿泊します。天音リゾートヶ浜テラスというお宿です。以前同じエリアにある天音リゾート潮騒の宿正解というところに宿泊したことがあるんですけど、その宿の満足度がとっても高かったんで、もう一つのこのヶ浜テラスも以前からずっと気になっていて今日宿泊できるということでとっても楽しみです。では行ってみましょう。で、今僕がいるのは別府湾サービスエリアで、お宿があるのはこっちの別府の港の方、海沿いになりますね。ちょっと今日は曇り空が広がっていますけど、別府は青い海、そして日本で圧倒的ナンバーワンの温泉の湧出量を誇るわけですから、やっぱり魅力的な場所ですよね。さあ、では別府湾サービスエリアを出発してお宿に向かいます。お宿へのアクセスは別府湾スマートインターチェンジもしくは別府インターチェンジから車で約15分です。公共交通機関を使う場合は別府駅から北側へタクシーを走らせ約15分。路線バスを使う場合は別府駅から近くのバス停天音リゾート前を利用して約20分です。お宿があるのは別府の一番大きな国道10号線沿いの海沿いの通りです。大きな国道沿いにあるので迷うことはなく到着できると思います。大きくヶ浜という文字がありましたね。この先がお宿の敷地内です。はい、到着しました。ヶ浜テラス、左奥にあるのがヶ浜タワーという宿泊棟ですね。今回あそこのタワーに宿泊する予定です。で、右手にはちょっと昭和レトロの可愛らしい建物があるんですけど、ここが国武というカフェ&レストランになっていて、ランチとかもいただけるみたいですね。ヶ浜タワーの下にやってきたんですけど、これ目の前見た感じエントランスのような雰囲気も出てるんですけど、ここはメインエントランスではなかったですね。他にエントランスがあるはず。中入っていくとそれっぽい雰囲気ではあるんですけど、一応客室のタワーになるんで、こんな感じでね、中入っても通路になってるんですよね。奥の方進んでいくと、こっち左手にはスパのエリアもありますね。入り口はこのカフェ&レストランの裏手にありましたね。ここに大きなスペースがあるので、チェックインの時間帯にちゃんと訪れれば、ここでバレーパーキングのサービスも行ってくれると思います。ではエントランスから中に入っていきます。ここ天音リゾートヶ浜テラスは2016年に開業した別府の中では比較的新しいお宿です。この辺り一帯が天音リゾートという名称になっており、以前宿泊したことのある潮騒の宿正解と今回泊まるヶ浜テラスという2つのお宿が存在します。3500坪の敷地にわずか17室しかない大人のプライベート温泉リゾートで、全客室に温泉がついており、お宿からは目の前に素晴らしいオーシャンビューを眺めることができるほか、宿泊者全員が使えるクラブラウンジがあり、ラウンジでは軽食に加えてお酒も飲み放題となっており、ワンランク上の上質な温泉リゾートステイを楽しむことができます。中に入ってきて今目の前右手に見えているところが売店ショップですね。ショップはちょっと後でもう一回見に来ようと思います。まずはこっち側奥の方まで進んでいくと、これ窓なんですけど、お宿自体は比較的新しいんですが、歴史ある建物をそのまま利用している箇所もあり、この辺の窓はすごいレトロ感を感じる作りになっているんですよね。で、まっすぐ進んでいくと、この辺には観光のパンフレットやコーヒーやお水のサービスもありますね。で、さらに進んでいったところ、この辺りの空間がロビーエリアになっていて、今目の前に見えているところがフロントレセプションですね。このレセプションの反対側、こっち側に行ってみると、こんな感じで素敵な水盤テラスのある中庭があるんですよね。この辺りはよくホームページとかでも使われているリゾート感あふれる絵になるエリアですね。ちなみに今中庭の奥に見えていた椅子とテーブルが並んでるスペースなんですけど、ここはさっき外から見ていたレトロ感ある建物の一区間で、
国武というカフェだったんですけど、最近閉店してしまったんで、また別の使われ方がされるんだと思います。今後ここがどういう風に生まれ変わるのか楽しみですね。はい、でチェックインできるのは通常は15時からで、今回ちょっと早めに来たんですけど、14時からクラブラウンジは利用することができるみたいなんで、ラウンジの方にまずは行ってみましょう。さっき見せたロビーエリアのさらに奥の方まで進んでいくと、こんな感じで中庭へと続いていきます。外に出ると左手に今回泊まるガハマタワーやクラブラウンジで、右手に離れの客室があるんですけど、まずここ目の前に古き良き日本家屋のような建物があって、これは国武別邸という歴史的な建物なんですよね。国武金太郎さんという方が建てた建物で、別府を国際的な温泉観光都市として活性化するのに一役買った方なんですけど、その方が大切なお客さんを迎えるために作った建物になります。100年ほど前に建てられた建物がそのまま残っていて、中に入ってみると昔にタイムスリップしたかのような気分に浸ることができます。特に何かここでサービスを提供しているということはないんですけど、建物の中は誰でも見学できるようになっています。はい、ではガハマタワーの方に行ってみましょう。こっち側、右手側にもこんな感じで綺麗に緑の景色、日本庭園のような風景が広がっていて風情がありますよね。右手に見えているのがさっき見ていた国武別邸、真ん中奥に見えているのがメゾネットタイプの客室ですね。でさらに進んでいくと、左手にはなんか不思議な竜の神社のような場所もありますね。で目の前の扉から中に入っていくと、ここがガハマタワーですね。ガハマタワーの2階にあるクラブラウンジにまずは行ってみます。エレベーターを降りて右手、ここに広々としたクラブラウンジの空間があります。真ん中にはこの大きな一枚板のテーブルが2枚、奥には暖炉も見えていますね。そして左手にドリンクや軽食のコーナーですね。まずここ真ん中には、これはあんバタークロワッサンですかね。でここにはナッツの入ったスナックや柿ピーなどもあって、でここにはクッキーフィナンシェ、さつまいもプチパイシュー、エッグタルトとたくさんスイーツがあります。こっちの壁際の方にもちょっとお食事があって、目の前にあるのがスティックサラダですね。その隣には可愛らしいドーナツもあります。でこっち右手には生ビールのサーバーもあります。風呂上がりに一杯行きたいですね。これは向かい側の冷蔵庫の中にはたくさんのドリンクがありますね。なんと微アルコールのものもあって、その下にはキリンレモンやグレープフルーツ、そしてオールフリーにつぶらなシリーズがこんなにたくさん置かれてるわ。これは価格に見合う素晴らしいラインナップです。でこっち側には冷やされたグラスやお酒に合うおつまみも並べられていて、下にはチーズや生チョコトリュフも。こりゃお酒が進みそうだ。まだまだドリンクはあります。ここには赤ワイン、白ワイン、シャンパン、日本酒、ノンアルコールのスパークリングまであります。あとはソフトドリンクでアイスコーヒー、アップルジュース、牛乳、もちろんこんな感じでコーヒーや紅茶、緑茶なども各種揃っています。ラウンジは本当に広々としていて、こっちの窓の方にはテラス席もあります。テラス席出てみると、こっちの奥の方から低層階ではありますが、こんな感じでオーシャンビューを望むことができて、気持ちのいい風とともに波の音も心地よく聞こえてきますね。で右手には雑誌などいろんな本も置かれているんですけど、こっち左手にはコンシェルジュデスクですかね。旅行の相談とかができる場所だと思います。で一番奥まで来てみると、こっちにもちょっとタイプの異なる椅子やテーブル、たくさんの絵も飾られていますけどね、ふかふかのソファーもあって、ここはゆっくりくつろぐことができそうですね。でこの窓の奥にはちょっと高いところからさっき見た国武別邸が綺麗に見えています。
また海とは異なる風情を感じられますね。いやー、クラブラウンジ想像以上にサービスが充実していてびっくりですね。チェックインの前でも14時からここでゆっくりできるんだったらね、早めに来て正解だったわ。お風呂上がりにちょっとアルコールはいただこうと思うので、チェックイン時はこのノンアルコールのシャンパンいただきます。しっかり炭酸が効いてて、ちょっと酢の酸味もありながらもリンゴの甘みがちゃんと出ててうまい。この軽食ね、もういっぱい食べたいものありすぎて、でも今食べちゃうと風呂上がりのつまみとか、あと夕食がね、食べきれなくなっちゃうんで、それはそれで嫌なんで、ちょっと控えめであってもこんな贅沢なラインナップ。あんバタークロワッサン、生地がサクサクではないけど、すごいふわふわな感じでね、うまいですよ。このあんバターは間違いない組み合わせですね。で、これがエッグタルト。洋風なテイストですけどね。別府は知らない人も多いと思いますけど、確か京都に次ぐそれぐらい外国人の比率が実は多いんですよね。立命館アジア太平洋大学っていう国際的な大学があるっていうのもあるんですけど、なんでこう昔ながらの和の良さとこう洋風なものもところどころにこういう食以外にも味わえたりすることがあるんですよね、実は。ラウンジにさつまいもが置いてるって珍しいですね。ちょっと九州っぽい。このさつまいもめっちゃ甘くてうまいわ。あえてこうやって珍しいものを置いてるってことはやっぱ品質のいいものを置いてるんですね。まだまだ食べたいんだけど、いやこの後のために我慢かな。はい、ではチェックインの時間3時になって客室に向かいます。ここのガハマテラスは客室タイプはこんな感じで結構たくさんあるんですけど、今回宿泊するのはこの中でもガハマタワー和洋室という客室です。8階ということで結構高層階ですね。ワンフロアに確か2部屋しかなかったんで静かな空間で過ごせそうです。客室はここですね。はい、じゃあ客室入ります。カードキーがこうやって首から下げられるタイプなんでなくす心配がなくて便利ですね。で、こっち側に扉、そして今回泊まる客室がこっち。ワンフロアに2部屋しかないのかな。静かな環境で過ごせそうですね。客室もこの最新式のカードキーで開けられるんですね。ではオープン。はい、まず玄関はここにセッターが置かれてて、室内スリッパで入っていくと、これはめちゃくちゃ広いですね。客室向こう側まで伸びてて、今日一人で泊まるんですけどね、どんだけ贅沢な空間なんだっていう。で、まずは目の前がリビングスペースになっていて、オットマン付きのこの椅子とかもあって、大きなソファー、そして目の前にテレビがありますね。で、なんといってもここはオーシャンビューの客室なんで、こっちのテラス見えてますね、海が。いやー、これは素晴らしいわ。見晴らしがめちゃくちゃいい。ここは8階なので、高い位置から別府湾の雄大なこの海の景色を一望できる素晴らしい景色が広がってます。今日は曇り空なんですけどね、曇りでも十分綺麗な景色が目の前広がっていますよ。波の音もやっぱ近いから聞こえてくるし、ちょっとこう海風が体に吹きつけるのもいい感じですね。で、下にはメゾネットタイプの客室とビラの客室が見えてますね。そしてこれ今右奥の方になんか船がいるけど、あれは宇和島運輸フェリーか何かかな。四国愛媛県八幡浜と別府をつなぐ航路の別府の港が右奥の方にあるんで、宇和島運輸フェリーとかオレンジフェリーとかサンフラワーも時間帯によっては見れますね。テラスは広々空間で椅子もちゃんと置かれてますし、僕は吸わないですけどタバコ好きな人はこれ灰皿あるから嬉しいんじゃないですか。で、これ下は丁寧にこれ蓋がついてますよね。こだわりのスリッパが置かれています。で、もう一回客室戻ってきて、こっち側にはなんと和室のスペースもあります。いや、でもこの畳のスペースも空間を贅沢に使ってますね。でも畳だとね、特に何も置かれてないケースがあると思うんですけど、こういうふかふかの椅子が置かれてるっていうのは嬉しいですよね。個人的には畳にそのまま座ってくつろぐってことはあんましないので、この椅子に腰掛けて
こんな感じで目の前の窓の奥に海の水平線を見ることができるんでね、ここで全てを忘れてぼーっとするのもいいじゃないですか。あとは多分ここに布団も敷くことができるんでしょうね。最大どうなんだろう、4名とか5名まで泊まることができるのかな。でこっち、正面中央のこの時計はとってもなんか特徴的な形をしてますね。あえてこれ数字入れてないんで、時を忘れてゆっくりと過ごしてくださいっていう、そういうコンセプトがあるんだと思います。で右手、ここ扉にはなっていますけど、ウォークインクローゼットですね。すごい、ここも広々と贅沢な空間ですよ。上にハンガーがあって、下にはセキュリティボックスと温泉に大浴場があるんでね、行く用の大きなカゴ。これね、ほんと便利なんですよ、温泉宿に。大きなトートバッグがあるだけで。で、左手には化粧台もついていますね。鏡があって、拡大鏡もそこにありますね。こんなにスペースいるんかいっていうぐらいほんと縦長で続いてて、ここには浴衣とサムエがあるので、好きな方を着てくださいっていうことですね。こんな感じで、右手がこれ浴衣ですね。で、真ん中に、これが多分羽織物になってて、サムエ上下タイプもあるんで、どっちか好きな方を選べるっていうのが素晴らしい。で、帰ってきて、こっちの左手、ここも扉がありますけど、入ると寝室の空間になってます。2台ベッドが、大きなベッドですね、並んでいて、右手にはテレビもあります。この辺もどちらかというとシンプルな空間になってますね。薄暗い空間でぐっすり眠れそう。そしてお楽しみの温泉施設ですね。こっち。その前にまずこの手前側にミニバースペースがありますね。洗面台にミネラルウォーター、デロンギの電子ケトル、そして上には陶器、マグカップが置かれてますね。これもなんか見た感じすごいこだわりのある、どこの焼き物かな、使われてます。で、こっちの左上にはグラスと急須ですね。で、下の扉、ここが冷蔵庫か。冷蔵庫の中には氷が入れられていますね。ドリンクサービスはラウンジが充実してるんで、そっちで飲みましょう。で、下がここの中にコーヒーとお茶のパックがありますね。で、こっちの扉の先が、ここがトイレですね。右手にトイレがあって、洗面台もついてます。そしてさらにその先に、ここが洗面台がありますね。洗面台一つあって、大きな鏡が目の前。そして、なんかカラフルなコップが並んでますけど、アメニティは、これはメイドインジャパンのゼミドっていうものかな。なんか見たことあるような気がするんだけどな。福岡のナチュラルオーガニックのやつかな。で、下には、ここに各種アメニティ。歯ブラシ、髭剃り、ボディタオル、コットンセット、各種揃ってます。で、下にはタオルとドライヤーですね。ドライヤーはパナソニックです。で、反対側にはバスローブもありますね。すごいなんか帽子付きで可愛らしいバスローブじゃないですか、これ。で、右手にはタオルヒーターもあって、そしてこっちの右手が露天風呂かな。まずは入ったところ、インルームにシャワーがありますね。たまに外にシャワーがあるお宿とかもありますけど、冬はちょっと困るんでね、内側なのは嬉しい。で、シャンプーとコンディショナーがこんな感じであって、そして外、露天風呂です。露天風呂、めちゃくちゃいい感じだ。まずこれ、左手、湯船は大人2人でもゆっくり浸かることができるぐらいの大きな湯船になってるのが嬉しいですね。そしてもう本当に目の前がズドンと海の景色広がってますね。波の音が聞こえてくる、ここにいても。これだけ海が目の前でゆっくり温泉に浸かることができる景色ってあるようでなかなかないんですよね。やっぱこう目の前に何かしらの陸があったり人目が気になったりすることがあると思うので、ここはそういうことがあまり起こり得ないんでしょうね。いやー素晴らしい。これは入るのめっちゃ楽しみ。この後温泉に。はい、では今日はここで一泊です。以前正解に泊まった時も客室が本当に広々してて快適だったんですけど、今回もこれだけ贅沢な空間だったらもう本当にゆっくりとリラックスした時間を過ごせそうです。で、この客室の料金は
ガハマタワー和洋室で2名1室2食付きの場合はだいたい10万円11万円ぐらい、1人当たり5万円台から泊まることができます。で、1名1室利用だとどうなんだろうな、1級だとちょっと出てこないけど、多分1名で受け付けてる時もあるんだと思います。実はね、今回ハフっていう旅行サイトで2700コインで予約したんですよね。それだと簡単に1名予約できたんですよ。さっきは夕朝食付きプランだとそれぐらいって言いましたけど、朝食だけのプランだったら8万円台、1人当たり4万円台から宿泊することができます。そんな感じで、やっぱりね、クラブラウンジアクセスがついてるんで、値段は若干隣の正解より高めにはなってきますけど、あとは客室に温泉もありますけど、隣の正解の大浴場にも入ることができるので、その大浴場もね、撮影させてもらえるんで、この後ちょっとどんな感じか見せます。はい、では他の客室、まずはここのシーサイドメゾネットっていう部屋に入っていきます。まずは玄関入って、ここはメゾネットなんで2階建てっていうことですよね。こっち左手がウォークインクローゼット。めちゃくちゃ広いですね。化粧台までついてるし。で、こっち側、ちょっとルームツアーで分かりやすいように、あえてこれ今扉開けてるんですけど、トイレがあって洗面台もついてますね。で、ここに冷蔵庫とかお水とか、このミニバーのエリアですね。そして入っていったところがリビングスペースになります。広々と大きなソファーがあって、ここも時計が特徴的ですね。で、右手にテレビがあって、ここのテラスですね。テラスの空間、これめっちゃいいな。ガハマタワーよりも少し広々とした空間にまずなってるし、低層階なんで、この波の音が心地よく聞こえてくる感じがとってもいいですね。すごい、より海を間近に感じられて、オーシャンビューだと高層階がいいって思いがちですけどね、ここはもう別にこの2階の高さでも目の前ズドンと遮るものなく海が見えるんで、そして波音も聞こえるから、低層階は低層階でいいですよ、これは。いや、メゾネット客室もすごくいいな。で、こっち進んでいったら寝室ですね。ベッドが2台あって、こっちから下に降りれますね。はい、階段を下っていくと、これ目の前、和室が見えてますね。こっち進んでいくと、和室のエリアにベッドが2台あって、目の前にテレビ。で、これ振り返ったところには、ちょこんとソファーが可愛らしく置かれてますね。これ1階からさすがに目の前岩なんで海は見えないですけど、中庭が見えてます。で、こっち側に通路があって、水回りのスペースがあるのかな。そうですね、水回りスペースがここにありますね。洗面台が目の前で、この辺タオルヒーターとか扇風機も置かれてあって、すごい広々空間、各種アメニティがあって、この扉の先がここが浴室ですね。左手にシャワー、そして右手にはまずは宇宙ですね。宇宙すごい広々スペースになってますね。これ大人2人は余裕で入ることができて、頑張れば3人、お子さんと一緒に家族で温泉にゆっくりと浸かることができる十分な広さだ。で、こっち側外にも出れて、ここには露天風呂ですね。この客室はこんな感じでヒノキ風呂がついています。オーシャンビューではないんですけどね、波の音は聞こえてきますし、海は上のテラスで眺めることができて、下ではゆっくりと落ち着いた中庭でプライベート感満載温泉楽しめます。で、最後にここの横にはトイレがあります。ちなみに海が見えない客室に泊まってる場合でもこんな感じで、メゾネットの客室の間のところにテラスがありますね。ここでゆっくり腰掛けて海の景色を眺めることもできるようになってます。こことあとはラウンジからも海は眺めることできますね。でもこっちの方が視界良好ですね。ラウンジよりも。はい、そしてもう一つ見せてもらいました。これがセントラルヴィラという客室です。玄関があって、で、右手入っていくと、なんかちょっと白基調としたすごい明るい可愛らしい内装ですね、こっちは。でも色合い自体はすごいシンプルでナチュラルテイストですね。目の前まずベッドが2台、寝室のエリアがあって、
で、こっち側にテレビ、そして向かい側にリビングと、シンプルですごい使い勝手が良さそうな間取りで、ここは2階建てじゃなくて平屋のビラタイプですごい広々とした空間に感じますね。お宿の中でも最もリーズナブルな客室になるんですけどね、贅沢です。オットマン付きのチェアとかも置いてます。で、テラスがあって、ここ出ると、はい、こんな感じで、海は見えないですけど、一番広々としたテラスの空間になってますね。こっち側には、ちょっとお水の音とか虫の鳴き声、風情ある空間ではありますね。自然を感じられる。で、戻ってきて、こっち側が水回りのスペースかな。まずは左手にミニバーのスペースがあって、右手が、ここが広々とトイレがあります。で、その先には、ここもすごい広々としたウォークインクローゼットですね。で、温泉はもう一回戻ってきて、ここの扉か、玄関のところの。はい、ここがまず脱衣スペースと左手に洗面台があって、この扉の先、はい、内風呂にはなりますが、客室、温泉がありますね。ここもとっても広々とした湯船になってます。家族全員で入れるほどの贅沢な湯船の良さです。もしオーシャンビューの温泉に浸かりたい場合は、隣の正解の温泉に浸かりに行くこともできますしね。はい、で隣の正解にやってきました。以前宿泊した方なんですけど、ヶ浜テラスに泊まっていても使うことができるこの中の大浴場を見に行ってみます。今翌朝の清掃期間中に撮影させてもらってます。でまずこれ浴室に入ったところに大きな内湯があって、内湯からもこんな感じで目の前窓がついていて開けることもできて、海の景色を望むことができております。いやー、これは綺麗ですね。これリニューアルされてるんで、前回来た時と全然変わりましたね。で手前側にはこんな大きな水風呂があります。そして奥、ここがサウナですね。サウナのエリアめちゃくちゃ広いな、これ。すごい。こんなに大きなサウナなかなか見たことがないですね。あそこロールとかもできるようになってるのかな。で、サウナからもこれ右手、こんな感じで綺麗にオーシャンビューを望むことができます。これだけ開けたオーシャンビューを見ることができるサウナってなかなかないですよね。これはいいわ。そして内湯の外、ここですね。露天風呂、これもいいね。いや、インフィニティ温泉だ、これは。ほんと以前来た時より全然変わってるわ。より浴槽のサイズが大きくなっていて、ここにこんな感じで使ってみると完全に海とつながったような景色を望みながら温泉タイム楽しむことができるっていうことですね。いやー、これは客室温泉もいいけど、これ大浴場も絶対入りに来た方がいいな。向こうのヶ浜テラスに泊まっててもめちゃくちゃ雰囲気最高じゃん。右手のところにはこんなチェアもあるんで、ちょっと暑くなったらあそこでゆっくりと海を眺めながらね、サウナ上がりでも体を涼ませることができるっていうことですね。でこっち側には大きなジャグジーまでついてます。ジャグジーもこれ雰囲気いいじゃないですか。すごい南国のような雰囲気が溢れています。お子さんとかいたらこのジャグジーは喜びそうですよね。この目の前の波の音がしっかりと聞こえてくるし、右手奥には僕が泊まっているヶ浜タワーも見えてますね。はい、でヶ浜タワーに帰ってきて、1階にはスパやジムもありました。ちなみにジムの中はこんな感じで、とっても真ん中広々スペースがあって、こっち側には器具がいくつか並んでますね。ベンチプレスとかもできるダンベルも奥の方にありますし、こっちを向いてみるとヨガマットとかバランスボール、お水のサービスももちろんあって、タオル、そしてランニングマシンとかそういったものが並んでますね。で、なんと予約制で貸し切りでここは使えるみたいです。せっかくなんでショップもどんなものが売ってるのか見てみようと思います。まず入ってきて右手には大分らしい鶏天せんべいとかかぼすグミとか、あとは柑橘系の調味料とか大分らしい食に関するお土産類がずらっと並んでいますね。ここは地元大分のお酒ですね。安心のワインや知恵美人や高木屋、ローカルな日本酒などが置かれています。
冷蔵庫内にはお部屋で飲めそうなドリンクもたくさん、つぶらなかぼすもあります。こんなギフトセットもありました。ローカルな調味料や温太焼きの食器の詰め合わせ、誰かへのお土産やプレゼントとしても良さそうですね、これは。で、さっき古い建物をそのまま利用しているということを言いましたけど、ここのショップも昔は大浴場として使用されていた建物を大分の魅力を伝えるギャラリーショップにしたとのことです。ちょっと大衆浴場っぽい面影が残っていますよね。真ん中のくぼんでいるとこが浴槽だったんだと思います。さあ、じゃあ露天風呂浸かりましょう。到着した瞬間、まだ雨は降ってませんね。入ります。いやー、めっちゃ気持ちいい、これ。素晴らしい、この遮るものが一切ない水平線が見えるオーシャンビューを眺めながらの温泉っていうのは本当に贅沢すぎますよ。でやっぱ湯船広いからちょっと一人だと持て余すぐらいですね。大の字になってゆっくりとくつろげます。こっち側壁にね、もたれて思いっきり足をピローンって広げて、これですからね、海の景色。いやーでもこれ晴れてたらね、もっと綺麗に青々とした景色望めたと思うんで、前回正解に泊まった時も曇りだったんですよね。今回こそは晴れよって願ったんですけど、なんかね、この別府温泉に来た時、この海側に来ると晴れないっていうジンクスが僕多分ありますわ。星野リゾート泊まった時も晴れなかったし、山側だったらね、比較的晴れてるんですけど、山側は山側で上から見下ろす別府湾の景色は綺麗なんですけどね。まあでも沖縄の海とかだったらね、これ曇ったらだいぶ損した気分になっちゃいますけど、別府は基本的には温泉に浸かりに来るところなんで、この温泉が気持ちよければ問題はないです。これで十分ですよ、雰囲気。で、泉質はナトリウム塩化物泉って書いてたかな。硫黄の匂いとか特にせず、無色透明の少しとろみのある泉質。まあ、長湯も楽しめますし、使ってて気持ちがいいですね。神縄温泉とか明礬温泉とか山あいだとね、硫黄泉とかがあるんですけど、海沿いに硫黄泉ってなかなか出てこないですからね。やっぱりいいわ、この別府の温泉は。地元が大分なんでね、帰ってきたというか、心落ち着くんですよ、なんか使ってると。で、こっち、ちょっと暑くなって、立ち上がって、身を乗り出してみると、素晴らしい海の景色をいつでも望むことができます。右手奥の方は大分市の工業地帯がちょっとうっすら見えてますけどね、夜はあの辺は光を放つんでしょうね、多分。まあでもこの別府湾はサンセットじゃなくてサンライズですね。日の出が出る方面なんで、明日の朝晴れてくれれば最悪いいんですけど、どうでしょうかね。以前正解泊まった時は晴れてくれて、朝日がめちゃくちゃ綺麗だったんで、あれもう一回見たいんだよな。ちょうどサンフラワーがこう別府湾に入港する瞬間を撮ったんですけど、明日もちょっと早起きしてそれ見られるといいけど。そして大分といったらこれです。つぶらなかぼす、別府湾サービスエリアで買ってきたんで、いただきます。いただきます。いやー、うますぎるわ。大分といったらやっぱりこの温泉とつぶらなかぼすですよ。たまんないね。海を眺めながら至福すぎる。いやー、雨は降ってきたんですけどね、これちゃんと屋根がついてるから雨が降ってもこうやって海眺めながらお酒楽しむことできますね。お風呂上がりにキンキンに冷えたビールをいただきます。いやー、うますぎるわ。これはやっぱ最高だな。風呂上がりのビール。ここのお宿はね、こうやってアルコールがちょっとしか入ってないビールを置いてくれてるんでね、これを飲みながらね、気持ちのいい気分になって、一緒に来た人がお酒強い人とかでもね、一緒に飲んで楽しむことができるっていうのがいいですね。なんかこうビール飲み放題のお宿ってこうところどころにあるんですけど、いやビール強くない人からしたらそんなに美味しい特典じゃないなみたいな思うんですけど、こういうのを置いてくれてたり、あとはソフトドリンクもね、つぶらなシリーズもたくさんあって、大分県らしさも味わえるし、いやー、ここのクラブラウンジのサービスめちゃくちゃいいですね。想像以上に。しかもこんなおしゃれにちょっと生ハムが乗ってるんだっけ。上のハムもちゃんと乗ってるからね、しっかり肉々しい味があっていいっすね。これもトマト、チーズ、オリーブで、風呂上がりのビールもいいんですけどね、今食べたものは絶対にこれと合うでしょ。赤ワイン。
ね、ワインも飲むことができるっていうお食事に合わせて、しかもこれ飲み放題で自分で勝手についでいいから、あんまり飲めない人でもこうやって少量ずつ飲めるから最高。いやー、うますぎるわこれは。いやー、ハムとチーズがね、赤ワインたまんないですよ。しかもなんかこれ本格的な生チョコまで冷蔵庫の中にあったから、いやー、これはチョコレートも赤ワインが絶対合うわ。いやー、最高すぎる。これほどまでに気持ちのいい湯上がりの瞬間って今まであんま記憶にないぐらい、ちょっとこのラウンジはいいな。やっぱこういうクラブラウンジってこう外資系のホテルだったら、それはマリオットとかね、リッツ・カールトンとかそういうところにはあるんですけど、温泉宿にこれだけ充実したクラブラウンジって、そんなに数は多くないんで、やっぱ希少価値高いですね。今回ちょっと一人で来たんですけどね、次回は誰か友達とかと来て、これは飲み明かしたいですね。でね、これがなんかこう椎茸が入ってるマリネだったかな。大分県といったら椎茸なんで、これがめちゃくちゃうまい。オリーブオイルとガーリックとちょっとピリ辛で味付けされてて絶品だこれ。ちょっと洋風だけど大分の味も取り入れられていて、これはね、ちょっとビールがめちゃくちゃ合いそう。椎茸に。いやー、最高。これちょっとお酒好きにたまんないんじゃないですか、このお宿は。さあ、ではお楽しみの夕食の時間です。夕食は今回は和食を予約しています。あとはフレンチとかもあって、そっちも結構美味しいらしいんですけどね。なんといっても和食だったら個室でいただけるんで、今回一人なんで個室がいいなと思って和食にしました。こっちの茶室の方抜けていって、ずーっと通路を進んでいくと和食レストランがあるみたいです。これですね。読み方がちょっとわかんないんですけど、松秀。はい。ありがとうございます。席に着いて、お献立はこんな感じです。で、和食は確か6000円、8000円、あとは1万何千円のコース、4種類から選ぶことができたんですけど、今回は8000円台のコースを予約しました。メインは大分和牛のしゃぶしゃぶかな、真ん中あたりにある。いや、楽しみだな。で、ドリンクメニュー、まずここに左上からビール、カクテル、ハイボール、梅酒は左下見ると日田の夢響きとか大分ならではのものがありますし、右側はこれも大分ですね、アジムのワイナリーがあります。で、次のページに日本酒、ここにも大分のものがずらっと並んでますね。右下にはアマネリゾートオリジナルボトルとかもあるし、左上の3種飲み比べも良さそう。で、次のページ、焼酎ですね。焼酎もね、意外と大分県って結構盛んなんですよね。鹿児島のイメージがあると思いますけど、別に意外でもないか、イーチコとか二階堂とか全国区のものがありますからね。で、右手にはさっき言ったアジム大分のワインあります。で、ここにはソフトドリンクですね。カボスジンジャースカッシュとか、これも大分ならでは。左には大人のノンアルコールで至福のウーロン茶とかもあります。で、もしお料理足りなかったらこれアラカルトメニューもあるのが嬉しいですね。天ぷらやお刺身、地鶏大分和牛。普通にめっちゃ気になるこれ。先ほどこちらの3種ですね、はい、高木柳本八塚大吟醸と知恵美人の純米酒でございます。前菜はうまみだしあんを添えてありまして、こちらごま豆腐、アスパラガスと上にわさびで添えておりますので、お好みで召し上がってください。ありがとうございます。では先付けです。綺麗に丸くわさびが乗ってて可愛らしい。この甘みのあるごま豆腐にトロットロの旨味だしがすごいマッチしてますね。ただ甘いだけじゃなくて、このだしの旨味とわさびの辛みでね、すごいいい感じに仕立て上げられてます。アスパラも、いやー最高やな、このトロットロのだしにアスパラ。で、日本酒は、まずはこの手前側の知恵美人いただきます。めちゃくちゃモリモリで持ってくれました、スタッフさん。
ちえび人はね、しっかりこう甘みが出てるんですけど、でもね、ただ甘いだけじゃなくて、ちゃんとキリッとした風味もありますね。なんかバランスの取れた日本酒って感じでうまい。こちらワンモノは新生姜と糸より鯛を合わせたワンモノでございまして、お野菜はズッキーニ、金時人参とあと黒豆で添えておりますので、あったかいうちに召し上がりください。ワンモノ生姜新庄。やっぱワンモノうまいな。このだしの風味がたまんないわ。若干辛みが強めなだしになってますね。そしてこれですね、新庄いただきます。これうまいな。海鮮類のすり身に生姜が中に入っててほんのりと香ってくる感じ。いや、今まであんまりこの新庄に生姜が入ってるってなかったような気がするんですけど、めちゃくちゃ合いますね。これうまいな。いやー、生姜新庄気に入った。じゃあ次はこの八つ鹿いきましょうか。うまい。八つ鹿も結構こう甘みがちゃんと出てるような飲みやすい日本酒な気がしますね。ちなみに僕は大分で生まれ育ったんでね、もう八つ鹿って聞いたらね、天気予報ですね。八つ鹿の天気予報でした。これを聞くとね、大分出身の人は懐かしいわけですよ。ごめんなさいね。そうじゃない人はもう何のことやねんって感じですよね、今のね。いや、CM もそうですけどね、八つ鹿を飲んでいつしか懐かしいって思う日が来るかもしれませんね。そして日本酒には出汁が合う。いやー、うまい。旨味を引き立ては最高ですね。出汁と日本酒。お作りはこちら4種盛りでございます。下3皿のところは左からお塩、真ん中は甘口醤油でございまして、辛口醤油もございますので、もし甘口醤油合わなかったら教えてください。で、右側は自家製のポン酢でございまして、こちらお作りの4種盛りはマグロ、ヒラマサ、タイと黒マエビでございます。この2つまでのはわさびともみじおろしでございまして、こちら四角の器にはフグの皮あえでございまして、上にポン酢ジュレかけております。はい。召し上がってください。さあ、ではお作りいきますよ。これは大分県で採れたお魚を使ってるって言ってましたね。豊後水道で。いや、まずマグロです。これはすごい霜降ってますね。大分県のちょっと甘口醤油ですからね、真ん中の。若干の生臭さはあるけど、ただね、めちゃくちゃこれ肉厚だからね、口に入れた瞬間、ジューシーにジュワッとこう口に広がっていく贅沢さがありますね、マグロ。で次、カンパチですね。カンパチ。めちゃくちゃこれ弾力があって、こう噛み締めるごとにお魚の脂身の旨味がしっかり広がっていくっていう感じですね。で、次はタイいっちゃいます。塩だけでもよかったかな、タイは。タイはめちゃくちゃ甘みがあって、タイもこう結構歯応えがある感じ。身が大きいですからね、すごい食べ応えがあって、やっぱタイは甘いですね。ほんともう塩だけで食べてもいいと思う。そして車エビはこれ大分のエビの名産地姫島のものって言ってました。エビも甘くて美味しいですね。そしてお作りには日本酒いきましょう。3つ目、高木屋の日本酒。いやー、うまいわ。日本酒のお作りやっぱり最高すぎる。これが一番キリッとした味わいですね。この3つの日本酒の中で。4種盛りって書いてたけど、贅沢にもこれ、フグの皮までついてるんですね。いや、でもお作りでこの4種プラス1品、合計5品出るっていうのは、やっぱ贅沢ですよね。3品ってパターンが多いと思うんですけど、8000円のコースでこれだったら、一番高いやつだと、どんな豪華なお作りが出てくるのかちょっと気になりますね。こちらは焼き物でございます。焼き物は本日のお魚、アジを使用しておりまして、上にごぼうのペーストでございますので、ご一緒に召し上がってください。さあ、焼き物ですね。アジ。大分はアジとサバは本当に美味しいですからね。豊後水道で取れる代表格のお魚ですから。いただきます。
これうまいな。やっぱり大分は味美味しいだけあってね、この淡白でありながらもしっかりお魚の旨味も感じ取れるこのバランスの良いお魚ですよね、やっぱ味は。で、このごぼうペーストにしたものがソースになってるんですけどね、すごいさっぱりとした味わいで食べやすくて、絶妙にマッチしてますね。このごぼうのソースってあんま食べたことないけど、このごぼうを揚げたフライみたいなのも一緒に食べると、すごい上品な香ばしさが広がって、これうまい。これは今日食べたもんで一番いいかもしれない。今まで食べたことがない味わいだし。日本酒が進みます、お魚には。いやー、うまい。大分の名産味に、大分の日本酒、ちえび人、最高ですね。こちら揚げ物は新玉ねぎのちりめん揚げと、こちら生麩にエビ新庄の挟み揚げでございます。で、こちら酢物は鯛の南蛮漬けでございます。揚げ物はお塩とお好みで召し上がってください。これまた面白いのが出てきましたね。新玉ねぎ、ちりめん揚げって、これまた今まであまり見たことがない。うまい。新玉ねぎめちゃくちゃ甘いな。衣の塩味とサクサク感、そしてちりめんの海の風味がふわっと香ってくる感じがいいね、これ。で、生麩、エビ新庄。これもサクサク塩味のある衣に、エビの甘みがちゃんと出てて、うまいな。やっぱ海の風味があるんで、やっぱ日本酒進みますね。やつしか。いやー、うまい。全部飲んでました。このやつしかの甘みとエビの甘みがすごいマッチする。で、この酢の物はタイの南蛮漬けですね。ここでも贅沢にタイがしっかりボリュームに焼かれたタイが入っていて、酢がしっかり効いてるから油物の後にいいですね。口の中すっきりして、この後大分和牛しゃぶしゃぶ。こちら料理はすきしゃぶでございますので、お肉をしゃぶしゃぶしてお召し上がりください。まずこちらだしは常温の状態ですので、まずそちらの木箱の中にあるネギを入れていただいて、ネギからうまみ出しが出ますので、まずネギから入れていただいて、沸くまでお待ちください。で、沸いたらお肉1枚ずつ入れてしゃぶしゃぶして、こちらの合わせて卵とつけて召し上がってください。ご飯とお味噌汁と一緒にしゃぶしゃぶいただきます。大分県産のお米、釜炊きで絶対美味しい、これ。さあ、じゃあいただきます。ちょっと赤みがあるぐらいがちょうどいいっすよね。いやー、これ卵すっごいふわふわだ。うわ、うまそう。大分和牛。これ霜降りまくってて、めちゃくちゃうまいわ。こんな薄切りなのにお肉の旨味がめっちゃ広がる。牛の旨味。いや、これ溶き卵が絶品ですね。普通に卵を溶くだけっていうのは、すき焼きとかでよくあると思うんですけど、いや、この泡立った卵がね、上品にバランスよく牛肉に溶け込んでいく感じがめっちゃうまい。あるようでない新しい発見ですね。この溶き卵のしゃぶしゃぶっていうのは。いやまあ普通にメインディッシュがしゃぶしゃぶってよくあるパターンだなって思って感動することはないだろうなって思ったんですけどね。これがほんと絶品すぎる。品質ももちろん高いし、大分和牛だったら。これめっちゃうまいわ。ネギもこれ溶き卵にまぶしたらうまそう。これはちょっとまたお酒が進みますね。いやー、うまい。いやー、このしゃぶしゃぶの出汁との日本酒は合うね。うまっ。いやー、最高。そして、釜炊きの白米です。いやー、炊きたてでこのツヤがすごいわ、これ。めっちゃうまい。お家で炊飯器で炊くご飯とやっぱ違いますね、釜炊きだ。味噌汁も白味噌でさっぱりですね。個人的にはね、実は九州出身のくせに味噌は赤味噌が好きで、こういう夕食の時は赤味噌を食べたいんですけど、まあ白は白でさっぱりと最後しますし、中にこれキノコや人参、大根、ネギ、お野菜たっぷり入ってます。
ではデザートはこちら梅のジェリーでございます。はい、こんな感じですね。はい。ありがとうございます。最後は梅ゼリーですね。ドリンクの説明の時にも梅酒のこと言いましたけどね、大分は日田の方で美味しい梅が取れるんで、梅といったら和歌山を連想する人も多いと思いますけどね、大分も梅がめっちゃうまいんですよね。梅本来のこのマスカットのような甘みがあってうまいっすね。ゼリーにもしっかり梅の濃厚さが染み込んでる。いや、この食後にさっぱりとしたデザートですっきりですね。いや、お料理はもう全体的に本当に和食で、大分の自然の幸、特に海の幸を中心に、で、メインでは大分和牛もしっかりと味わえて、大分ならではのものがたくさんいただけるっていう点では良かったですね。個人的にはこのごぼうのソースと和牛を溶き卵でいただくっていうのが新しい新発見の味わいで、すごい面白かったですし、美味しかったですね。次回来るときはフレンチの方も行ってみたい。ちなみに分量的には年配の方だったらちょうどいいぐらいじゃないですかね。僕みたいに少し若い人だったらもう一息食べれるかなみたいな感じはしますけど。でもね、さっきラウンジでもちょっと食べたんで、今ちょうど腹8分ぐらいでちょうどいいですね。はい、客室に戻ってきました。で、夜はこんな感じで、さっき言ったように綺麗に大分市の工業地帯のエリアから光が放たれてますね。下を見るとビラタイプ、メゾネットタイプの客室、そして緑も若干見えてます。なかなかいい風景じゃないですか。で、工業地帯から光が放たれてるんで、目の前海ですけど、肉眼だったら海の景色もうっすら見えますね。その光のおかげで。この辺の真ん中は完全に真っ暗。豊後水道から四国の方に向かっていくわけですけど、ずーっと左手まで見ると、日出町の方の明かりもちょっとだけ見えてますね。はい、夜も客室露天風呂でゆっくりしてます。いやー、めっちゃ気持ちいい。この温泉のちょろちょろっていう音と、奥の方から波音もちょっとだけ聞こえてくるのが、やっぱこの海沿いのお宿っていうのはいいですよね。真後ろに国道があるんですけど、全然うるさくないっていうのがすごいですよね。こっちの逆に海の音しか聞こえてこないというか、街中にいながらも自然を肌で感じられるっていう感じ。でも夜になっていくにつれてどんどんまた雨が強くなってますね。さっきよりも奥の方、光見晴らしが悪くなっちゃいましたよ。いつになったら僕に別府湾は本気を見せてくれるんだ。頼むよ、明日晴れてくれ。いやー、美味しいご飯食べて温泉にも疲れて、今日はゆっくり眠れそうですね。ただこうやって旅に出て、いつもと自宅とは違う環境だと、ちょっとなかなか寝つけないなーという時がある人もいると思うんですよ。旅行にとどまらず普段の生活でも、今回のお宿ステイのようにあったかいお風呂に浸かったり、エクササイズしたりと、普段の生活の中でも体をリラックスさせることっていうのは不可欠なんですけど、でここで一つ僕が睡眠の効果を上げるために使ってるものを紹介しようと思うんですけど、これですね。ネイチャー館の知ってる人もいると思いますけど、CBD オイルですね。今回は宣伝という形なんですけど、僕も普段から使う機会があって、皆さんにもお勧めできるものだなっていう風に判断したんで、今回は PR させてもらってるんですけど、で、この CBD オイルを僕が知ったきっかけは、僕の大好きな旅人であり、今健康オタクでもあるんですけど、高城剛さんという方が、この CBD が癌の転移を防ぐことが世界的な常識であるっていうのを言ってたのを聞いたからなんですよね。で、その後、知り合いの旅仲間が旅中になかなか寝つけない時にこの CBD オイルを使うようになってからぐっすりと眠ることができるようになったわーっていう風に言ってたんで、ちょっと気になって僕も買ってみたんですよね。で、このネイチャー館の CBD オイルを服用するとどんな効果が期待できるかというと、睡眠の質改善、ストレス軽減、リラックス効果、不安やうつの軽減、炎症の軽減、片頭痛の緩和、アトピー、皮膚炎やニキビといった肌トラブルの緩和。これらはさっき言った旅中に寝つけない時に関わらず、日頃のライフスタイルで気になっている人も多いんじゃないでしょうかね。僕の場合は旅中以外でも編集のしすぎで体が硬くなって腰や関節の痛みとかが気になることがあるんで、この炎症を抑える働きがあるっていうのは助かります。さらには癌の転移も防ぐことができると研究でも明らかになってきてるっていうのはすごいですよね。
そんなに効果が期待できるこの CBD オイルなんですが、これは大麻草から作られているものなんですよね。あ、小屋さんついに大麻なんかに手を出す人になっちゃったかと思った人は、ちょっと最新の医療情報とかを勉強した方がいいかもしれませんね。大麻草由来とは言っても、国内で販売されているこの CBD オイルは当然合法成分のみが含まれているもので、当たり前ですけど、今回紹介するこのネイチャー感の CBD オイルは依存性とかがある禁止成分は含まれていません。で、このネイチャー感は最低6段階に及ぶ厳格な審査を突破した商品だけを販売していて、もちろん厚生労働省の認可も得てます。で、人工甘味料は一切使われてなくて 100% 天然由来の成分を使っていますと。基礎大国のアメリカで医療大麻が認可されているのは科学的にも実証されて効果が明白だからですよね。ただ一点注意してほしいのは、まだこの CBD オイルが合法化されていない国もあるんで、もし海外旅行でこれを持っていこうと思う場合は、ちゃんとその国が合法化されているかは絶対にチェックしてください。これは絶対ですよ。国内旅行だったらもちろんどこに持って行っても何の問題もありません。で、CBD オイルは依存性は全くなくて、僕も、そういえば昨日 CBD オイル飲んでなかったなって忘れることがしょっちゅうあるぐらいです。で、これをいつも寝る前にベロの下の部分に数滴垂らして2分ぐらいこのベロの下に停滞させるんですね。で、なんかこの毛細血管から入れた方がこう血流によく流れていくみたいなんで、その服用の仕方がいいみたいです。コーヒーとかドリンクに混ぜてもいいらしいんですけど、ちゃんとこのベロ下の毛細血管から血流に流した方が効果がもうちゃんと出るみたいですね。で、見えるかな？この箱のところに 40% っていう風に書いてると思うんですけど、ネイチャー感の CBD オイルはこんな感じで濃度別に複数のパーセンテージの表記があって、高濃度がコスパよく一番効果を感じやすいとのことで、僕もこれを使ってます。ぜひ旅行中とか普段の生活で体で何かしら改善したいなと思っていることがあって、さっき言った CBD オイルの効果を期待する人は、こちらのネイチャー感の CBD オイル試してみるのもいいんじゃないでしょうかね。もちろん個人差があるんで服用して全然効果がないなって思う人もいるでしょうし、もしくは服用したら、睡眠の質良くなったなっていう人もいると思います。なんだってそうですよね。個人差があるっていうのは。ただ僕は癌の転移を防ぐことが研究によって明らかになってきているっていうのを聞いたんで、今後も服用し続けると思います。もちろんリラックスとか睡眠の質を上げるためにもですね。今の話を聞いて、もし CBD オイルちょっと試してみようかなっていうふうに思った方は、7月の26日から30日までビッグセールを開催中で、僕が使っているこの CBD オイルもお安く買うことができるんで、特別ディスカウントコードコヤを入力することで、セール価格からさらに 10% オフで購入することができるんで、ぜひ概要欄チェックしてみてください。もちろんこれ案件の動画なんで、僕を応援してくれるっていう意味で買ってくれたらね、僕が評価されるんでとっても嬉しいことなんですけど、僕も実際にこれ使ってるものなんでね、プライベートの会話として捉えてもらえると嬉しいですね。はい、おはようございます。朝になって、やっぱこれ起きた瞬間に波音が聞こえてくるっていうのは気分がいいですよね。いつもとは当然全然違う空間で非日常です。で、天気の方はまだちょっと雲が分厚くて太陽の光が若干注いではいるんですけどね、はっきりとは見えていません。でも昨日よりはっきりこれ見てわかる通り、工場の景色もしっかりと右手奥の大分市の工業地帯の部分、煙突煙とかしっかり見えますね。反対側の日出町の方もこの緑の雄大な山がとっても綺麗です。で、朝食も昨日と同じ和食のお食事処でいただきます。ちなみに和食だけじゃなくて、隣の正解でビュッフェもいただくことができるようにはなってるんですけど、どっちか一つ選ぶっていう感じですね。正解のビュッフェは以前いただいたんで、今回は和食でいきます。はい、そして朝食はお献立、こんな感じで丁寧にメニュー表がありますね。で、ドリンクもこの中から自由におかわりも何品でも頼んでもいいそうです。ラインナップ豊富ですね。
こちらが自家製のスムージーでございます。スムージーが豆乳ペースト、ほうれん草系のバナナなど入ってございます。で、最初はこれ器がまたすごい可愛らしい作りなんですけど、サラダが出てきました。自家製のこれフレンチとカボスのドレッシングをかけていただきます。で、右手湯布院の牛乳とトマトジュースでスムージーですね。ではまずは自家製のスムージー。うまいね。このケール、緑の野菜の風味に豆乳とバナナのミルキーさと甘さがあるからすごい飲みやすい。で、湯布院の牛乳。うまいですね。やっぱこの辺り湯布院とか阿蘇九十の乳製品は品質が高い。本日のおかずで漬物と盛り合わせ、真ん中大分の名物乳球でございます。ごぼうのきんぴらでございますね。ご飯も炊き上がりますのでお召し上がりくださいませ。焼き物がイワシ、じゃこ天と大葉ソーセージでございますね。生卵、納豆と海苔がございます。お選びいただきまして。これは好きなものを選ぶ。そうです。はい。ご飯に合うやつ。はい。で、左手、釜炊きのご飯と、味噌汁はこれ、あさり。大きいのがどっさりと入ってますよ。贅沢。で、鍋は、これが、宇佐のとろける湯豆腐に、大分県産の原木しいたけ、国崎ネギ。全部大分の幸、たっぷり、うまそう。さあ、この豆腐が多分いい感じだからね、鍋をまずはいただきましょうかね。めちゃくちゃこれ、とろとろ。しいたけもこれ、大きいわ。この豆腐めちゃくちゃうまいな。すごいまろやかな食感だ。しいたけ。いや、これはうまいわ。さすが。大分といえば、しいたけと言っても過言ではないので、やっぱ品質高い。お肉のように噛み応えがあるというかね、風味もしっかり口に広がっていくわ。国崎ネギ。いや、この鍋の素材の品質めちゃくちゃ高い。この鍋はもう毎日食べたいぐらい気に入った。さあ、そして琉球ですね。これも大分名物です。マグロとか、昨日食べたお魚がこれに乗ってる感じかな。琉球うまいですね。この甘い漬けだれがたっぷりこのお刺身にかかっていて、より甘さをしっかり引き立ててる感じ。これね、漬けだれが甘いんで、ご飯と合いますよ、やっぱ。うまい。琉球とご飯の組み合わせ最高だ。乗せてご飯と一緒に食べるのがやっぱいいね。そしてお魚はイワシですね。これ、丸ごとかぶりついてあります。身がたくさん詰まってるシンプルなイワシですね、これは。これもすごい特徴的ですよね。大葉のソーセージ。これはうまいですね。普通にソーセージ単体だと肉々しい味にもちろんなるんですけど、大葉が中にあることによって、ちょっとさっぱりとした味わいになるので、朝食として最高ですね、これは。そして朝ごはんといえば、卵かけご飯です。いや、うまい。なんだかんだやっぱ、この味が一番落ち着くわ。日本人だと朝食べると。納豆も蓋開けるとそのままこれ裸で出てきましたね。すごいこれ滑らかに混ざっていく。すごい。この納豆めちゃくちゃ柔らかい。大豆がすごい大きくて柔らかいわ。新食感だな、これうまい。そして最後、デザートはフルーツが中に入ったヨーグルトが出てきました。今カメラには映しきれてなかったけど、これ大きなキウイとかブルーベリー、みかんとかが入ってますね。フルーツうまい。朝食めちゃくちゃ良かったですね。結構たくさんの種類食べることができて、どれも本当大分の食材とかお料理がしっかり使われていましたし、品質も高かったし、以前の正解のビュッフェも良かった記憶がありますけど、この和食もすごいいいですね。これはおすすめ。